牛乳を流して詰めてる。1日5種目やるんだよ。事故とかあるからな。あえて油飲んでるみたいな。中学生なの。小学生から動画投稿していた。近日か挑戦かってなんだ。全身脱毛してるからめっちゃ青いでしょ。あまり VTuber とか整形してる人の迷惑。だってこれ作業だもん。出血してるかな。もう結婚してるから。リアル筋トレですか。ネット筋トレとかないだろ。何が筋トレされるんだ。筋トレのゲームかと思った。ゲームでポチポチやるぐらいならジム行った方がいいだろ。クリックしてポチポチしても筋肉つかないから。ジムってマシンとか追加されていくからさ、そうなるとね、自分ができること増えていくんだよ。だからその度にメニュー組んだりするんだよね。自分がやりたいマシンを選んでる感じかな。ジム行くと本当に種類が多くて、家でやるよりかは圧倒的に動ける数が違うよね。マジで楽しい。体を動かすのが楽しいんだよね。うちも半年ほどエニタイムゆるーく行ってます。ジムってもう24時間のとこが一番気楽だと思うけどな。最初はプールとかサウナとかついてるような、めちゃくちゃでかい施設行ってたんだけど、あれ高いだけだから、初心者だったらトレーナーとかいるし、覚えやすいのかもしれないけど、自分で勉強できるなら安いとこ行った方がいい。ただ器具だけ使いたいからさ、俺の筋トレの最初の失敗はそれだな。ジムは高い。メガロス最初行っててスタジオやってたけど、エニタイムに会話でった。ジムで1万以上は絶対ないよ。ジムは月3000円で満足してる。安いジムほど、学生とか若い人も多いから、ルール守れない人がいるぐらいか。3000円のジム近くにないや。やっぱ近くにあった方がいいね。毎日通うのはやっぱり近い方がいいや。ダイエットなんて重量全然伸びないです。それもダイエットみたいなもんだけどな。大体みんな痩せたくてダイエットするよね。俺の場合、もともと痩せすぎな体質だったから、太るという意味でのダイエットだったけど、正直楽しくダイエットするなら、好きなもの食べながら運動量増やした方がいいと思う。半年で12キロ減で重量トントン。BMI いくつくらいだろう。どの程度太ってるのかわかんないけど、逆に羨ましいわ。俺もう食が細いからめっちゃ詰めてんだよね。基本的に牛乳を流して詰めてる。BMI やっと25になりました。標準体重って20か25ぐらいでしょ。ギリ肥満じゃないぐらいじゃない。重量伸ばしていけば勝手に痩せると思うけどね。BMI やっと25になりました。だいたい23ぐらいがいいんじゃない。軽くて羨ましい。ハードゲイナーってやつだね。代謝が悪いから、いくら食べても栄養が吸収されないっていう。そういう体質だから、汗なんかもなかなか出ないんだよね。86、74です。あと8キロ落としたい。そんだけ体重あったら、記録やばいことになるぞ。俺70キロは超えたことないから、今は停滞してるね。1900カロリー、P20 だけで固定。プロテイン筋トレしてる人だったら2倍ぐらいは取らないといけないから、最低でも1倍以上だよね。120超えるとなんかお腹おかしくなるんだよね。プロテイン食べ過ぎると色々匂いいるかもしれないからな。サプリとか飲まないとタンパク質稼げないよな。俺はもう牛乳で稼いでるけど、野菜とかブロッコリー食べるようにするし、サプリないと70ぐらいになりますね。プロテインは味だよな。みんな飲まない理由ってやっぱり味なんだよね。俺慣れちゃってんのかな。一時期ガチしてた時、ノンフレーバーを水割りで飲んでたから、マジで味がないやつ。牛乳みたいな味する。あれ飲んでたら何でもかんでも美味しく思えちゃう。ミルキー味のプロテイン飲んでる。プロテイン種類いっぱいあるからね。大体みんなチョコじゃない。ジムではお茶だけでプロテイン飲まないから大丈夫。俺はもう基本的に水道水飲んでる。あれか、BCA 飲んでるわ。ドリンク作るやつ。ジム行ったらみんなボトル持ってると思うけど、うち水道水めちゃくちゃまずくてね。地域によるか。大体ジム行ったらさ、水色のプロテインシェイカーか赤色のプロテインシェイカー持ってるよね。マイプロテインかダバスのシェイカー。筋トレ中は BCA 飲んでるから、味が美味しくて飲んでるまである。あと、増量するためにマルトデキストリンとかも飲んでるな。粉の飴のやつ。体重増やすために流しまくってるんだよね。あれ歯に気をつけて。毎食歯磨きはしてるから。あれで前虫歯慣れた。あのタイミングだけは歯磨きできないもんな。90分ぐらいは運動するんだけど、口内良くないかもね。お前はデブなんで、どうやって痩せられるんだろう。一時期減量期試してみようと思って挑戦したことあるけど、その時は糖質ゼロにするやり方やってたね。油だけでカロリー摂取するやつ。ケトジェニックみたいな。脂肪を燃焼させるために油しか取らないってやつ。ケト。今はもうあんまやりたくないけど、あれ油飲んだり、魚とか食べたり、そういうのはいいんだけど、甘いもの食べたくなっちゃうんだよね。ケトちょっと吹き出物ひどくて不思議じゃん。自分で試すのでやっぱ大事だよな。人によって本当に違うからさ、俺はもう我慢してまで減量する必要あるのかと思ったからやめた。結構高重量です。この数値はマックスだね。例えば152キロのスクワットだったら、130キロを10回かな。推定のマックス書いてるだけだね。計算しやすいから。十分重い。体重の 2.5 倍って考えたら重たいか。どの日も絶対最初はメインはバーベルやるんだよね。胸だったらベンチプレスやるし、二頭筋だったらバーベルカールやるし、メニュー数多いな。1日5種目やるんだよ。それぞれメニュー3つ用意してるだけなんだよ。これ混雑対策で分けてるだけだね。ダンベルのベンチプレス使えなかったら、マシンのベンチプレスやるとか、そういう風に分けてんだよ。どれか1個やる感じだね。メニュー3つ作ってる。誰かに器具使われてたらすぐにチェンジできるようにしてる。待つのが嫌なんだよね。バーベル相手、まあそうだね。まだ運動してないタイミングは待てる。しかもバーベル7つ以上あるからね。回転率は速い。運動した後が待つの嫌なんだよね。体が温まってる間に筋トレしたいから。ビルダーは寿命を削ってるイメージ。それくらいの覚悟がないと厳しい世界ってことだね。これはドーピングとかの話題が出てる時点でやる気ないけどね。そういう言葉がある時点で血が引けちゃうから。健康目的でジム始めたからな。フィジークとかならまあ、減量が特に大変だよな。筋トレで重量上げるのと減量で体重減らすの全く別のスキルだからな。食事を減らしながら重量を維持するって地獄すぎるだろ。俺カロリー欲しちゃうわ。ボディビルしてる人はそこら辺の精神がすごい。こう1ヶ月飯食ってないのに何一つ体重変わらなくて発狂中。言うて俺も体重変わってないけどね。65キロから上がってないんだよね。だからもう限界なのかな。もっと食べたらいけるかも。毎日4000カロリー食えば増量するかも。一番増量してたらご飯と生卵と納豆を混ぜて食うやつ。あれが一番太ったな。米が混ぜて太るんだよね。本人の特性かわからないけど、美味しそう。美味しそうって
ってか、なんか流しやすいよね。何も考えないと月2キロ増えてしまう。何が原因なんだろうね。吸収しやすいのかもわからないし、少し食いすぎ、動かない仕事。それ言ったら俺も配信してるから動かない仕事だな。口だけ動かしてるから。配信者は運動不足になりがちだから。俺は腰痛めてる人見てたから、運動したってのもあるけど、どれくらい食ってんだ。ご飯大盛りとかラーメン二郎。俺音ゲーやってたから、ラーメン行く文化がよくあるんだよね。そこで食い始めて 300g 以上単位とかしてたんだけど、今もう普通のサイズで 200g ぐらいしか無理。羨ましい。どういうことなんだ。筋トレし始めてから間食がすごい多くなった。そもそも食が細かったからね。BMI15 とか行くんじゃないか。ガリガリ。逆に痩せすぎなのはコンプレックスだからね。ダイエットって普通太りすぎな人がコンプレックスで始めるけど、自分が太れないことで悩んでる人もいるからね。ダイエット9ヶ月ぐらいしてリバウンド繰り返してるんで長く続けるように宿泊。満足しちゃって普通の生活に戻るってことだよね。自分の当たり前を変えるしかないんだよね。70キロぐらいまで落としてまた90になる。そういうの食事の才能っていうけどな。外食多かったら太りやすいのかな。マクドナルドとかセット次第で1500カロリーいくからな。俺は好きだから行くけど、みんなカロリー知っててちゃんと食べてるのかな。噛む時間すらもめんどくさくなってくる。例えばこうやって配信してめちゃくちゃ今集中してるんだけど、こういう集中する機会が多いと飯食うこと忘れるんだよね。ゲームとかもオンラインとかずっとやってたら楽しいから時間忘れて極端だよな。ゲーマーで太ってる人と痩せやすい人極端に分かれてるのはそういう理由だと思う。のめり込んでるか運動してないか。カロリー吸収しやすいかどうかじゃなくて、意識的に食べなきゃって思わないと取れないんだよね。食わないから。むしろ腹減ってないだけかも。カロリーメイトおかしにしてました。ちゃんとカロリー把握してるのいいね。俺お店行くとき、カゴに食べ物入れるとき絶対カロリー見るからな。筋トレする前は見てなかったかもな。カロリー乗ってないものは買わない。例えば居酒屋の食事とかね、カロリーわかんないから。野菜とかもカロリー計算しにくいな。量とか決めないと。100g あたりのカロリーしか書いてないと嫌になる。飴とかそういうのあるかもな。100g で計算してるから、一個一個のカロリーが全くわかんない。内容量100じゃないのに。それめんどくさいね。アスケンってやつって食事管理してるんだけど、あれは大体人気のやつは書かれてると思う。一玉何カロリーとか。名前で検索するだけで出てくるからな。アスケン使ってますの。アスケン以外知らないわ。なんでアスケン使おうとしたのかわかんないけど、その時一番有名だったからじゃない。ステルス値上げのせいか微妙にカロリー違ったりするけど、たまにあるな。いつの間にかこれ減ってたみたいな。バーコード読んで内容量が少し減ってカロリーずれてたりする。これも大体バーコード読ませてる。検索するよりまずバーコードだ。一番ムカつくのはバーコードに割引のシール貼ってるやつだから。わかる？あれ毎回剥がしてるから。筋トレ重量上げた方がいいのかな？上げた方がいいんじゃない？わかんない。俺の言ってる上げた方がいいんじゃないっていうのは、マックス重量やれってことじゃなくて、低回数やらなくていい。関節痛めるだけだから。10回程度で徐々に上げるぐらいでいいと思うけど、80キロ10回上がったから次、82.5 キロ8回上げるとか、少しずつ上げるだけでいいと思うけど、俺も10回3セットでずっと続けてるから、小学校とか中学生とか、自重トレーニング教えられるとき、そういう基礎的なことを教えられるよね。それが体に慣れちゃってるから、逆に記録伸ばしたいならマックスとかやるべきだろうけど、神経鍛えないといけないし。ただ俺はもう健康目的だから、関節痛めたくないなっていう気持ちあるな。推定だけで計算してる。マックスやるならパワーリフターやるしかないでしょ。趣味でやるのもいいと思うけど、事故とかあるからな。結構長いんですか？ 5 年くらいか。コロナが起きてから始めた。誰とも会えない生活が起きた。一人の時間が増えたから始めた感じか。地獄だったけどな。みんなマスクしてたから、マスク筋トレ酸欠ひどかった。本当に面白い。サウナも体験したことあるんだけど、全員マスクしてるからな。一番ムカつくのが筋トレとかサウナ毎日行ってたのに、コロナ一回もかかったことないからな。健康的な人が被害起きてるよね。5類に解禁された直後にかかってめっちゃ金かかったかも。俺コロナ熱起こしたのは注射した時だけだな。あれ以外はもう熱にかかってないから。ワクチンやばいね。2回刺したんだけど2回とも熱なったから、ちゃんと免疫反応するんだって感動しちゃった。3回目すごい熱出た。逆に健康だよ。その時めちゃくちゃ鍛えまくってたから、三頭筋を見られてめちゃくちゃびっくりされた記憶が残ってる。事務歴は長いのに7割ぐらい幽霊部員だった。俺も最初そんなもんだったね。コロナ起きる前からも言ってたけど、やっぱり忙しくなるよね。なかなか両立難しいよね。まだその時は楽しさに気づいてなかったのかな。バーベルを始めたら楽しくなった。最初20キロぐらいしかベンチ上げられなかったけど、毎週行くたびに記録上がっていくから、めちゃくちゃ楽しかったんだよね。筋肉痛も起きるし、バーベル最初30キロ一発で死にかけた。バランスを取るっていう感覚が全くわからないから、めちゃくちゃびっくりするよな。刺激に慣れたら問題ないんだけど、誰だって最初は持ち上げられないから、逆に言うと初心者は恥ずかしがらなくていいと思う。潰れる時もあるし、本当に記録伸ばすために頑張った方がいい。マジで刺激すごいからね。マシンと違って体が絞れたからね。いろんな筋肉動かすからなんだろうな。ビッグ3は神だね。デッドリフトは腰痛める可能性あるから停止はしないな。フォーム習得が難しいか。俺もう腰痛めちゃってるから重いのは持てないけど、フォーム見てもらったことないな。俺も見てもらったことないな。ジム数年ぐらい行ってるけど、喋ってないからな。軽い挨拶ぐらいしかしないからな。常連ほど喋んないと思うけど、食べに来てるわけじゃなくて筋トレしに来てるから、マジで通ってたら顔覚えるからな。初心者とかすぐ消えちゃうから、あんまり覚えられないけど、あ、この人またいるわ、みたいな。この時間帯いつもいるな、みたいな。そういうのあるよな。継続できるだけですごいからね。長い間ジムで生き残った人たちっていう感覚にあるな。辞めてきた人たちを見てきたから、たまに変な人もいるけどな。冬はめちゃくちゃ寒いから、ジム行った時点で体冷えてんだよね。手冷たいし。だから重量がマジで落ちるし、怪我しやすい。スポーツしてる人とかでも、冬はあんまりトレーニングしないでしょ。野球とか。冬前にベンチで肩を怪我したかも。ベンチで怪我することあるかな？ベンチで怪我はないな。怪我ってどういう怪我なんだ？俺怪我したことといえば、腰に違和感を覚えたのはデッドリフト
フトだな。80キロ3レップ目で左肩痛めた。肩痛めたの。どんな感覚なんだろう。断裂とか。怖いな。なんか高重量でしてる人の動画で、綺麗に肉が断裂して重量を落としたみたいな、そういうの見たことあるんだよ。めちゃくちゃわかりやすく肉離れしたのか知らないけど、そういうの目に見えるってすごい怖いよな。筋トレって体の動きわかりやすいからさ、断裂した時もわかりやすく見られるよね。でもそれ大体マックスやってる人だから、多分無関係な話だと思う。普通の人は大丈夫。十分重そうだけど、俺まだ全然重たくないよ。ストレングスレベルってあるんだよ。昔調べたら初級、中級入り口だったかも。これベンチプレスでしょ。今65キロで140ぐらいいってるからエリートか。つまり、これ以上重量上げなくていいんだよね。これ以上行くとパワーリフターだから、そんなモチベない。ただ継続して楽しんでるだけで、今は配信とかやってるから、筋トレはあくまで趣味だね。全てを筋トレ捧げる世界に突入してしまう。エリートは数年レベルだと思う。上級者は2、3年でいけるんじゃない？あ、でも1年で中級者ぐらいはいけると思う。だいたいベンチプレスなんて1年で80キロぐらいいけるから。倍は75キロでベンチマックス90かどうかってところかな。マックスやんなくていいよ。それつまり70キロを10回でしょ？やっぱ年齢で下がっていくんだな。25から40まではピークいってるな。あと結構年なんで。でも筋トレは年齢関係ないでしょ。誰だって筋肉つくからね。おじいちゃんでも筋肉つくし。70歳でもベンチ100キロいけるってやばいでしょ。5ヶ月間は筋トレだけで減ったけど、今月1ヶ月停滞してて、有酸素入れ始めた感じです。有酸素ね。俺は逆に筋肉分解されるのは怖いからやってないけど、まず水飲むことだと思うな。飲料水がカロリー取っちゃうから、水大事。筋トレ中でも水めっちゃ飲んでる。筋肉は水と酸素って言われるぐらいだからね。飲み物からカロリーは取ってないな。俺的には油だけ取るやつの方がいいと思うけど、MCT オイルが体に合わせすぎて、俺も飲んでたね。あれは高い。高いし腹下すかも。味もないしね。逆にオリーブオイルそのまま飲んでるね。食品してるな。俺の食事、油を取る機会が少なすぎて、あえて油飲んでるんだよね。てかもう増量するために飲んでるかもしれない。これ俺が食べてる食品リストなんで。油の調理してないから、食事がちゃんとしてる。基本的に固形食は野菜しか食べてない。食事がちゃんとしてる。変人だと思うけど、ご飯と鶏肉もう食べてないんだよね。鶏胸ばかりかと思ったら違った。時間ないから食べてない。ほとんど牛乳飲んでる。油すごい多い。めっちゃ多いでしょ。原因が牛乳なんだよね。増量で牛乳飲んでるから、牛乳って飽和脂肪酸めっちゃ入ってるんだよ。あとはもう少ない。無脂肪牛乳じゃないんだ。いや、カロリー稼いでるから。いや、でもさすがにこれ過剰に伸びすぎかなって俺は思ってるけど、他は別に健康的だからいいよなと思っちゃってる。牛乳とミルクココア以外脂質ないでしょ。見た感じ問題なさそう。ちゃんと野菜も 350g 以上取ってるから、当たり前だけどアルコールはゼロだね。足りないビタミンはサプリで補ってる。すべて適正か右に割り切ってすごい。全部過剰だから。サプリとお菓子。このお菓子って多分ココアだな。これミルクココアめちゃくちゃ好きなんだよね。1日 1.5 リットル飲んでる。これで増量してるな。これプロテインなんだよね。ご飯と鶏肉を食わない代わりにこれで時間節約してる。前はビタミンとカルシウムが不足しててやばい。マイプロテインのマルチビタミン飲んでるね。匂いがとんでもなく臭いやつがあって、臭いからこそ効果あるって感じてる。でかくないですか？めちゃくちゃでかい。マイプロテインはセールで買ったりするよね。1万円以上で買わないと送料ついちゃうから調整するよね。昔激安だった頃マイプロで買ってたんですが、最近 Amazon のエクスプロージョン。何がいいんだろうね。俺なんか買えるの怖くなっちゃってるな。昔からマイプロテイン飲んでるから、今変えたら体変化するんじゃないかって恐れてるかも。そういう理由でサプリとかやめられないんだよね。なんかわかるかも。つまり何が効果あるか一切わかんない。出来上がってるとそうですよね。クレアチンとか飲んでるんだよ。本当に効果あるかわかんないから。でも飲んでる。実際効果出てるから。このサプリたちどれが効果出てるか知らない。このビタミン A だけカンストしてるのは人参一本丸飲みしてるから。英語は話せますか？英語話せたら字幕つけないよ。何歳？実際何歳に見えるだろうか。ちなみに筋トレが趣味だね。15に見える。だいぶ下。なんか肝が座ってるよね。でも中学生でも大人びてる人いるからな。FPS でやるときさ、ボイスチャットで遊んだりするんだけど、意外と年齢若い人多いよな。相手妙に大人びてるなと思ったら、めちゃくちゃ年齢低かったとか。まあでも若く見えるのは筋トレだね。これは俺の趣味だね。今服着てるかはわからないと思うけど、びっくりした。たまにタンクトップで配信してるときあるから、私の年齢がわかる。言葉だけでわかるのかな？何が好きなんだろう？ダンス、ゲーム、ドローイング、おしゃべりなど。ダンスはなかなか聞かないな。体を動かすのが好きなのかな？高校生ぐらい。つまり中学生。中学生なの？いいね。自分のやりたいことできてる感じするね。趣味見つけるの大事だからね。そうだね。君は平和な話をするのが得意だ。ポジティブな話しかしてないね。ネガティブなこと話しても時間もったいない。ネガティブな話をするくらいなら筋トレする。とにかく自分に時間を使う。やっぱそこら辺のメンタルが大事だよね。幸せになるには普段から口で言っていくのが大事だから。こうなこと言っても仕方ないからな。それよりかは次何ができるか考えた方がいいね。ダンスは大好きだけど踊る場所がないんだ。日本だったら駅の前でスケボーだったり歌を歌ったりとかできないな。張り紙とか貼られてる感じがする。親が外出させてくれないんだ。それは違う問題じゃないかな。私は15歳だから。子供を一人にすると危ないのかな。日本だとそういうの全くないんだけど、他の国だと治安的にありそうだな。それかなんか仲間を見つけるとかかな。私もそういう人を見つけたい。SNS とかでダンス用のアカウント作るのもいいんじゃない？自分も音楽ゲームのアカウントを作って活動してたら同じような趣味に出会えたね。友達はみんな偽物。自分が欲しいかどうかじゃない。ちなみに自分は一人が好きな人間だね。だから無理して作らなくてもいいと思う。一人でも十分やっていけるから。逆に一人って他の人より時間あるんだよね。だから友達がいないのはデメリットではない。一人の時間が多いからいっぱい何かを作れる。いろんなタイプの人いると思う。ダンスが上手い人の人生を調べてみたら、私は何年もの間誰かを見つけようとしている。無理して探さなくていいんじゃない？勝手にできるもんだから。今自分が何したいかじゃない。あなたが話すことは人生にとって本当に重要なことだ。なんだ
だろう、哲学が好きなんだよね。そういうの趣味で勉強してるから、とにかく考えることが好きなんだよね。それっぽいこと言ってるだけだから。ガチあなたはオープンだ。みんなそうなってくれるといいけどね。信頼することができる。まず自分が相手を信じないと相手は信じないから。できる。自分に自信持つことじゃない。日本人は自分に自信持ってない人が多い。自分の自信は筋トレで作られてるから、健康的になるのが一番メンタルいいかも。大人になったら運動しなくなるとかあるからね。そうしたいものだ。年はただの数字。ずっと若く見られたいよね。15、17、16。めちゃくちゃ若く見られてるね。俺が公開できる情報といえば、小学生から動画投稿していた。君の話し方が好きだ。声いい方なのか知らないけど、ただ自爆あるでしょ。俺が結構発音を意識してるんだよね。その環境があるから強制できてるのかも。イケメンと話す。てか性別は何なんだ？俺は男だと思って話してるけど、女の子？ダンスだから男なのかと思ってさ。趣味が男でも当てはまるからさ、ハンサムな男性と話していると言ってあなたに媚びようとする。大体みんな筋肉のこと突っ込んでくるけどね。でも今服着てるからな。暑いから脱いでもいいか。体がでかくて着れる服ないんだよね。服を脱がないで。あんまり筋肉好きじゃないから。人によって好みあるよな。俺は普段筋トレしてるから、それでスタイル絞れてるってのはあるね。わからない。大人になったら分かってくるかも。やっぱり健康的な方がいいよ。止まらないで。この背中の厚みわかんない。タンクトップで配信してる男好きな人が結構来るな。運動をやめない？学校だったら体育の時間とかは学ぶと思うけど、大人になると急になくなるからな。なぜ布を外したのか。いろんな姿見た方が楽しいんじゃない？夏の配信とかこんな感じでストリームしてる。ダメ？何がダメなんだ？俺あまり体出すことに抵抗はないね。妹があなたの筋肉を見ているからよ。パソコンで見てるの？どういう状況なんだ？真実か挑戦か。それはどういう意味だ？もし真実というなら正直答えるべきだ。何の話？真実か挑戦か？真実か挑戦かってなんだ？人気パーティーゲーム？そういうゲームがあるのか？選んだら正直に答え。では選んだ私の言う通りする。日本だとそのゲーム聞いたことないね。真実を話すか挑戦することを選ぶか。じゃんけんか？聞いてくれ。選ぶゲームなのか？あなたが真実というなら私はあなたに質問します。真実？初恋の相手はお姉ちゃん。真実か挑戦か聞いて。挑戦？質問？俺が質問するのか？今日の朝何食べた？米食べたの？アジア系だったら米あると思うけど。寿司？日本では豪華な食事だよ。筋トレする人にとっては栄養価も高い。日本人の DNA は魚を消化しやすいから。True or Dare？真実？しばらく謎のゲームやるか。イチャイチャするときに一番使う絵文字は？絵文字使わないけどな。ちゃんと文章で伝えるから、今一番会いたい人は自分の尊敬する男性の配信者に会ってみたい。True or Dare？真実？これ基本的に配信では質問するしかないんじゃない？ルーターとか FPS が好きですか？連携取ってコミュニケーション取るチーム対戦ゲームとか、ボイスチャットが好きなだけかな。FPS 自体が好きかって言われると、RPG の方が好きだね。例えば、プラトゥーンとか、あのゲームが一番カジュアルだよね。子供の頃とかよくやってたから、あと家で遊ぶ時とか画面分割で遊ぶようなゲームをしたな。初めて触ったゲームは COD かな。プラトゥーンが大好きです。PV 出た時点でめっちゃ面白そうだったから、それで買いたいって決めちゃったね。ゲームシステムが面白そうだなと思っちゃった。色を塗って自分の行動範囲を広げるのは革新的だからね。子供に流行ってるゲームだよね。スプラトゥーンは日本で大人気だよね。あとフォートナイトとかも有名なんじゃない？あれよくコラボしたりするし。それ言ったらマイクラも人気だけど、日本ってコロコロコミックっていう漫画があるから、任天堂のゲームの漫画が多いね。だから人気なのかもしれない。チームデックありますか？パッド持ってやるやつか。Wii U パッドみたいな。見た目は Wii U のゲームパッドに似てる。ボタンとかどうなってるんだろう。いろんな体勢で遊べるから楽だろうけど、俺の場合はゲームするとき配信するから、どっちみちパソコンでプレイするからいらないんだよね。この席から離れてゲームすることないから、俺にとっては必要ないものだね。ベッドに入りながらゲームとかしないから、スチームデック買うくらいなら VR 買いたいね。6万円。チームデックは6万円で売ってるね。メタクエスト日本でいくら一番安いので5万円。ストリームデックと同じ値段だから、これ買うより VR 買った方がいいんじゃないかな。遊びの幅広がるからね。だからスチームデッキより安い。でもメモリに変わってくるのかな？画質が違うのか？ VR ゲームをストリーミングできるようになると思いますか？スペース欲しいね。VR は立ちながらゲームしないといけないから、このグリーンバックの環境をでかくしないと難しいな。これカーテンみたいなやつだから全面には貼ってないんだよね。ああ、そうだね。広いスペースが必要だね。この机の環境には難しいだろ。VR はゲームの映像を見るよりプレイヤーの動きが面白いから、何してんだろうと思っちゃうよね。僕も君のことを話していたんだ。友達でも話していたの。見た目だけは個性あるからね。日本人で銀髪でマッチョはいないだろ。そもそも日本人ってそんなに運動しないから、なおさら配信しながら筋トレはなかなかいないね。さらに言うとあんまり日本人顔出さないから、VTuber とか流行ってるからね。俺は VTuber が流行る前から活動していたから、考え方的には YouTuber よりかな。あなたは唯一無二。日本人がどう思ってるかは知らないけど、俺はひたすら健康を布教するだけかな。手を見せて。指輪でも気になるか？安い指輪だよ。おしゃれのためだけに装備してるね。まあ両方とも中指かな。もう数年ぐらいつけてるかな。意味でも調べたらとても綺麗。爪の手入れもしているね。色はつけてないけど、ベースコートまでは手入れしてるかな。ちゃんとヤスリで削って、甘皮も処理して、オイル塗ったりして、手が綺麗なのはもう一つ理由があって、定期的に全身脱毛してるから、筋トレのパフォーマンス上げるためにね。日本じゃあまり体毛処理してるっていう文化がないけど、海外だったら体毛処理するのは有名だよね。俺は結構周り気にしないからさ、残ってるのが眉毛とか髪の毛くらいじゃない？鼻毛も剃るし、髭も剃る。脇毛も剃るし、すね毛も剃る。当然手の甲も剃る。あらゆる毛を剃ってますね。それで銭湯とかに行くのが気持ちいいんだよね。ヒントをありがとう。
ど、これは男が言うべきことじゃないと思うね。男なら何を言ってもいい。女なら何を言ってもいいということはない。でも実際日本で男がメイクしないのってやっぱり偏見があるんだよね。周りがしたいからしてないだけだと思うけど、別に性別とかは関係ないね。自分がやってみたいって思ったことはやるべきだし、俺は周りを気にせずにメイクとか勉強したから、今の実際の見た目を作れてる。彼らの言うことを聞かず自分の好きなようにすればいい。周りの意見を聞かなかったから今の自分があるからね。言ったらこの銀髪も周りを気にしていない証拠だね。俺が銀髪にしている理由はそういう意味もあるね。街中歩くとすごい目立つんだよね。なかなか日本ではこの髪色で歩いてる人がいないからね。髪が青い。この青いのも理由があるんだよね。部屋に照明が3つあって、1つだけ青いランプがあるんだよ。照明切るとめっちゃ青いでしょ。実際は銀髪だよ。もっと部屋の照明強くするか。めちゃくちゃ眩しいから使いたくないけど、画面が全然見えない。おしゃべりが大好き。文章より言葉で伝える方が好きだからさ、文章書くのめんどくさいんだよね。こうやって言葉で話すなら手とかも使えるし、表情も使えるから、自分の性格だな。俺が人の配信見るときとかも、あまり VTuber とかイラスト系の配信は見ないんだよね。やっぱり顔出してる人の配信をよく見るね。表情がわかりやすいから、勉強にもなるからね。私も、要は顔を出すことって信頼性につながるから、海外ではそういう文化が根強いよね。日本だと逆にリスクになるから顔を出さない人が多いけど、俺の場合は顔を出すことは信頼性だと思ってるから、だから顔出してるってのはあるね。それが全てかな。今ここに実在してることを伝えたいから、瞬きしないでいられる時間は長いのはどっち？俺がどうやって君が瞬きしてないって確認するんだ。このゲームわかんないな。もう瞬きしちゃったんだけど、瞬きをしたらいいよ。もう何回か瞬きしてると思うよ。泡のような可愛い目をしたね。これが今一番目開いてる。可愛い。こんな目開くんだ。なかなかこんな目しないからね。こんなの頭おかしいでしょ。そんなに目小さくもないからね。整形してる人の目はこんな感じかもしれない。私は一人で行動しているわけではない。俺は基本的に一人だね。ジムに行く時も一人で鍛えてる。誰かと一緒にトレーニングすることはないな。まだ親と行く年齢かな。あなたがそこにいてくれるから、毎日6時間は顔出せるからね。さっきから笑わせてくれる。本来ならそれをずっと与えたいけど、こうやって仕事する時間も必要なわけでね。本当ならずっとゲームしていたいね。まあ誰かに動画編集依頼できたらいいんだけどね。依頼できるまでは自分で編集するだけかな。俺が作業してる間は世間話しかできないよ。手伝ってほしいことがあれば手伝うよ。俺がしてほしいのは、まあ YouTube の高評価ぐらいじゃない。おそらく一番無料でできることだから。それが活動につながるぐらいかな。あとは自分が頑張るだけだね。お金とか特にいらないから。私はそれを助けることができる。それなりにいいものは作ってるからね。パパが来た。パソコンとか制限されるタイプなの。私のところでは女の子は本当にアニメが大好きなんだ。女の子でアニメ好きなんだ。国がわからないけどね。インドケララ州。インド人は前にも来たことがあるな。インドのアニメは見ない。インドといえば、手でご飯食べたりするのかな。米を食べる。カレーはよく日本で食べるものだね。写真を見せてくれる。何の写真なんだ。米食ってんのか写真を見せてくれる。探してみるか。これは日本の和食だね。すべてのカレーを混ぜる。カレー食ってる写真はないな。これはうなぎかな。そうそう、こんな感じ。ここまで行くと丼だから、ビリヤニを食べるべきだ。この食べ物はなんだ。チャーハンみたいな食べ物かな。中国にもこういう食べ物あるよな。カレーの味でもするのかな。インド人はヒンデュー語を話す。でも私は違う。家族構成によって違うのかな。英語話せた方がいいよね。今でもコミュニケーション取れてるし。私は誰とでも英語で話すが、両親や親戚には話さない。自分の国の言葉は話せるけど、普段から英語でトレーニングしているのか。意識すごいな。私は5歳の時に英語を知りました。こんな若い頃から違う言葉を覚えるの。教育の違いだよな。幼稚園から英語を学ぶことはないな。他の場所は学校で英語を勉強するべきだ。環境が操作してるよね。本だと12歳ぐらいから英語勉強しだす。それまでは漢字の勉強するんだよね。サンキュー。日本って漢字の勉強の方が時間使ってる感じするな。それが日本語難しい理由でもあるのか。日本語は難しいと言われる。英語は覚えといた方がいいね。俺もこの英語の字幕使い出してからいろんな外国人と話す機会が増えたなって思うし。そう、英語はインプ。これ魔法少女の魔女裁判の配信なのに普通に雑談してるからな。重要っていう意味なんだ。いっぱい来たぞ。二人は飲んでいない。後ろのやつは興味なさそう。左のやつはずっと飲んでるな。なんだ嬉しいニュース。今日友達がみんな去っていった。自分の時間が増えるって意味では嬉しいニュースだと思うけど、友達はもういらない。どっちでもいいと思うよ。一番大事なのは自分を優先することだから、自分のことをちゃんとやってれば他の人に時間使う余裕はあってもいいんじゃない。今俺がこうやって配信してコミュニケーション取ってるみたいに、他の人からも勉強できる要素はあるからね。人から得られる刺激もあるからね。勉強しなければならないことがたくさんあるからだ。結局はどの経験をどう活かすかだから、人生無駄なことはないよ。少なくとも俺は友達と交流してなかったらこんな風に喋り出なかったんじゃないかな。そもそも俺が顔出しに抵抗がない理由にもなるんだけど、よくゲームセンター行ってたから、毎日オフラインで人と交流する機会が多かったから、だから顔出すことに抵抗がないのかな。首の帽子はいつも首にかかってるのか。これはチョーカーっていうアクセサリーだね。筋トレしてたら首がでかくなるからさ、首を細く見せるためにチョーカーをつけてる。チョーカー知らないかい。言ったらこのキャラクターもチョーカーつけてるよね。このキャラクターもチョーカーつけてるし、このキャラクターもチョーカーをつけてる。チョーカー使う人なかなかいないよね。女の子でさえないもんね。気に入った。こういうシンプルなやつでも効果あるよ。首を細く見せられるし、顔が丸く見えるから錯覚だよね。この指輪してんのも視線
線誘導させることで体全体を見てくれるから顔が小さく見えるっていうからくりだね。どこを見ればいい？俺的には腕とか見てほしいけどね。で、鍛えてるから。あなたの顔を見るべき。人と会話するときは目見て話した方がいいね。実際それした方が相手に顔を覚えてもらいやすいし、感情も伝えやすいから。あなたは私の目を見ていない。画面越しだから。カメラを見るとまるで私の目を見ているようだ。これはもうレンズしか見えない。これが目だと思って話しかければいいのかな。茶色の黒い目のように。日本人は黒系が多いんじゃない？たまに茶色とかいるけど。ちなみに俺は本気出すときはカラーコンタクトつけるよ。普段はお金使うからカラーコンタクト使わないけど、何かイベント行くときとかはカラーコンタクト使うよ。私の目は本当に暗い。アジア系は黒い瞳なんじゃない？アイコンのやつとかカラーコンタクトつけるときはグレーだけどね。レンズが悪い。レンズ悪い。自分の画像をどう見せたらいいんだ？あれ見せたらいいんだ。数ヶ月前ぐらいの配信かな。俺はカラーコンタクトつけてるね。これは本気出してる時の見た目だね。よく見ると目の色が青色。帽子がないし青い目だから本当に違って見る。普段はお金使いたくないからメイクしないんだけど、たまにこういう配信もある。さらに言うとね、壁紙黒くすると変わるんだよ。いい感じだ。これもう全然違うの。これ自分のアイコンを撮影した時かな。色あせてもいい感じだ。配信の雰囲気違うね。13歳に見える。この時から字幕で配信してたね。そこから勉強してこういう環境になったかな。13歳。なんだこの配信。なんか俺も一生プライベート配信してるんだよね。最後に泣いたのはいつ？大体俺が泣く時アニメとかゲームだよ。かわいい。どんなゲーム泣いたんだろう。竜が如く泣いたかもしれない。泣くっていうかね、じわじわするんだよね。最後に綺麗な人を見たのはいつだったか。俺でも見るかい？こういう配信もショートにしたりするんだよ。時間があったらこういうショートとか上げてるんだよね。最後にハンサムな男を見たのはいつだったか。そもそも自分以上にメイクする人出会ったことないから、俺にとってかっこいいと思える人は体作り込んでる人。ハンサムな男を見るのは自分を見ればいい。自分は顔より体だから、なんか配信者で自分以上に体絞ってる人見たことないから、俺以上に努力してる人を見たことがない。私は人柄と時にロックスで判断する。外見も大事だよ。何やってきてるかわかるじゃん。外見だけで判断するのも良くないけど、少なくともマッチョを見たら生活習慣完璧だって思えるよね。だと思ったら動画作ってるか。これもうゲーム配信してゲームだから、それを動画編集してるだけだね。そもそも動画作るためにゲーム配信してるから。ソフトなんですか？これダヴィンチリゾルブっていうソフトで、無料の中では一番いいと思う。これ以上使うならアドビとかだろうけど、10時間のアーカイブでもすぐ読み込むからいいんだよ。あれ自分もダヴィンチだけど見た目が違った。最初起動した時からダークテーマだった気がするけど、まだ1年も使ってないから始めたの5月ぐらいだからね。だいたい配信って10時間ぐらいのアーカイブだからさ、昔 AVI-UTL とか使ってたけど、あれは読み込まないね。メモリが足りないから、あとエンコードも遅い。アドビに金払いたくない。専業でやらない人は無料の使い方を極めた方がいいと思うんだよ。サブスクだしね。とにかく高いんだよね。いろんなもんに金払いたくないから。例えば俺イラストとか曲とかも作ったりするんだけど、その全部に金払ってたらもうやばいことになるから、無料の範囲で収めたいよね。解禁なら前でいい。サブスクって気づかないうちに解約し忘れるとかあるから、例えば今は解約してるけど、昔よくニコニコ動画やってたから、プレミアム解約してないとか、そういうことあるかもしんないから、忘れるんだよね、サブスクって。俺大体サブスクするとき、払った瞬間に解約するから、配信してこの話してんのはあれだけど、今日首寝違えたからめちゃくちゃ痛いんだよね。首やると3日ぐらいやばい。こういう寝違えてる時に無理してやっちゃうと悪化するかもって思っちゃうから怖いんだよね。それぐらい筋トレ負荷高いから。胸の日なんだけどさ、胸の日ってブリッジするから首にも負担かかるよ。治るの遅くなるからマイならやめる。まあでも腰やった時ベンチプレスあんまり重量落ちなかったな。首をマッサージする。首を回すことぐらいしかできないよね。熱を加える。シャワー浴びたり湯船使ったりして体を温めて直すやつだね。ぐっすり眠った方がいい。今やってる作業って創作だから終わる時間が全くわからないんだよね。自分の発想次第で変わるから、編集より睡眠が大事。だいたい平均8時間は寝てるよ。良くないのは時間だね。睡眠時間は足りてるんだけど、決まった時間に寝てないのは良くないね。ああ、そうか。ゾウさんかな？二人で一緒に風呂に入ってるな。ゴッホのニュースを飲んだ。今日特にニュースとかなかったよ。開発者は将来ホワイトボードを追加すると発表した。公式サイトどこだ？チーム版20万本。マルチプレイができるようになってから増えたね。成功して嬉しい。とにかく時間かからずにマルチプレイできるから、あなたのために日本語のリンクを用意しました。どっちみち翻訳するからな。だいたいこのゲーム遊んでる人は作業好きだよね。オーディオ編集におすすめのソフトを教えてください。音声ファイルを編集したいのですが、音だけを編集したいのか。動画編集ソフトでもできそうだけどね。音系の編集に特化するなら DTM 取るしかないんじゃない？はい、音声のみのファイルでもあります。だいたい AVI-UTL で動画作ってたけど、本格的に音声ファイルいじった時は FL Studio 使ったな。DTM って何？デスクトップミュージック。FL Studio。本格的な音楽作曲ソフト。これ無料でも遊べるから、ただ編集するためにこれ入れるの重たいよね。世界的に展開してる編集ソフトで有名なのはこれじゃない。大体の音楽はそれで作られてるから、今のこのゲームのミュージックもそれで作られてるだろうからね。まあでも本格的すぎるか。日本語はとても昔、でも理解しようと頑張っています。この黄色いテキストのように綺麗に喋ったらいいんだけど、黄色い文字が読めますか？漢字が読めません。自分が発音してる文章より黄色の文章の方が丁寧だよ。読めない。悲しいな。それは悲しい。それは悲しいですね。俺だったら悲しいなって言っちゃうけど、漢字は難しい。漢字 is difficult。発音の勉強しないと。英語で話してみてください。面白いですよ。英語で話してみるのは楽しいです。It's fun to try speaking in English。翻訳結果終わってるな。翻訳は終了しました。発音はカタカナみたいだ。口の動きから勉強しないとね。だが弱いかも。よくやった。グッドジョブ。このゲームのショート動画44個作ってるんだけど。44個。これ予約
投稿してるからね。11月14日20時。スケジュールを設定。言語。手動アップロード。英語。追加。ファイルアップロード。リンクを貼り付けて、SF 映画に出てくるコンピューターみたいなのがいいよ。だってこれ作業だもん。今やってることに関してはクリエイティブな要素何一つない。唇はどうした？なんか変か。あ、でも普段から唇につけてるよ。そんなに濃くはないはずだけど。日によってメイクの塗りが違ったりするのかな。いつも通りガム噛んでるぐらい。いや、少し出血しているように見えるが。出血してるかな？これは普通のガムだね。人工甘味料か。ホワイトガム。最初は緑色だけど、噛んでいくと白になっていくな。バナナ味を試す。いろいろ味あると思うけど、俺が噛んでるのはこの緑色のガムだけど、他のやつ試したことないな。これが一番やばいんじゃない？バナナどころの話じゃないでしょ。紫色のものを知っている。グレープか。自分が商品を紹介するならまずガムだね。毎日ガム噛んでるから。スポンサーついてもいいぐらいにはガム噛んでるからな。もう一つはゼリー飲んだりしてるけど、これは悪い癖だ。ゲーム配信は噛まないね。まあ、プライベートだから運動してるだけだね。野球選手がベンチで噛むようなものだね。噛みすぎると顎の痛み繋がることがあります。俺にとってはいい習慣だと思ってるから、分かってよ。自分がどうやってこの体手に入れたかのか分かんないから、どの習慣をやめるべきかが判断できないっていう。まあ別に酒飲んでる人よりかマシだと思う。僕の心はうまくいっていない。好きなことやってればいいと思うけどね。俺だって今自分の好きなことやってるし、ノーマイマインド。心がうまくいかない理由。聞いてみましょうか。これがおすすめですよ。考えすぎで心が疲れている。答えがない問題。自分の中の理想と現実がずれている。期待と現実のギャップ。心の充電ができていない。理想の自分を演じ続けている。最近僕のマインドセットが悪いんだ。まあ楽しいことを追いかけた方がいいと思うけど。でも私の人生は楽しくない。嫌なことを考えても仕方がないから、ネガティブは時間が過ぎ去るだけだから、ポジティブなこと考えていけばいいんじゃない？今の自分みたいに。何か没頭できるようなものを見つけたら、いろんなこと忘れるんだよね。例えば、サウナ入るとかだったら、部屋の中はめちゃくちゃ暑いから、他のこと考えてる余裕ないよね。話し相手が欲しい。自分だけで食べるのは良くないから、人に話すことも大事じゃない。まあ俺も人間関係に力を入れていた時期あったけど、時間が経つと周りは忙しくなって消えていくんだよね。健康が大事。習慣的に毎日配信しないと続かないから、プライベートのことしか映してないけど、これはあなたの運動計画ですか？今は足の日のメニューを組んでるのかな？例えばメインの種目はスクワットやるでしょ？サブの種目決めてるのかな？こんなに練習するのか？1日でこんだけやるわけじゃないよ。毎日5種目だね。ジムって混雑したりするからアドリブで鍛えるんだよ。エクササイズにはどれくらい時間かかりますか？俺の場合は90分だね。この作業時間と一緒だよ。90分っていう感覚が体に染みついてるから、いつも90分で勉強するようにしてる。自分の場合筋トレやりすぎだから、理想的なのは週120分の運動だよね。毎日ジムに通ってますか？最近は通えてないね。配信を優先すぎておろそかにしちゃってる部分あるから、今の動画編集の生活に慣れてない部分がある。ジム通いが趣味なんでしょ？ジム行けてなかったらこうやって配信できてなかったかもしれないから、運動が一番人生で大事だと思ってる。でも多かれ少なかれボディービルダーでしょ？ボディービルダーは減量してる人だね。それは好きなものを食べてるから大会を目指してないからね。減量生活するなら配信する余裕すらないんじゃない？頭に糖分回ってないから喋る気力もなくなると思う。ボディービルダーってそういう世界だから、つまり健康に悪いんだよね。トーナメント出場した方がいいのでは？地域レベルだったら勝てるかも。全国勝つほどのやる気はないね。それ配信できなくなっちゃうから、一筋でやんないといけないし、あくまで趣味で運動してるだけで、全部配信とかゲームのパフォーマンス上げるためなんだよね。海外のプロゲーマーとか筋トレしてる人よくいると思うんだよね。勝てると思う。まずは坊主にしないとね、そこからハードルが高いよね。肌も黒くしないといけないし。ボディービルダーの容姿見たらわかるでしょ？大会とか動画見てみなよ。大体みんな日焼けしていて髪の毛剃ってるから、俺のイメージとは違うね。待て、ボディービルダーになるためには頭髪を着なきゃならないのか。別に決まってはいないけど、顔が見えた方が印象がいいから髪の毛剃ってるんだと思う。クリスマスになる。去年のクリスマスジムで過ごしたよ。クリスマスのジム誰もいないからな。なんなら年越す時もジムにいるね。本当にあんまり特別な日っていう感覚が持てなくてね。前のハロウィンだって何もしてなかったと思うよ。配信でハロウィンのパックマンやったぐらいか。姉をどうするか。今一緒にいないからな。もう結婚してるから一人ですか。夜は毎日配信で顔出してるよね。それが証拠になっちゃってるから。クリスマスを楽しもう。クリスマスも動画編集してるかもしれないよ。いつも同じに見える。俺の過去の配信見た目変わってないからな。別にいいけど。てか昨日予約投稿の作業してたんだけど、X めちゃくちゃ読み込み長かったんだよね。多分全員落ちてたんじゃないかな。昨日4時間ぐらいいろんなサービス落ちてましたね。8時から12時ぐらいまでじゃない。配信終わった後も落ちてたからね。